こんばんは、春パイロットきょうきょうです。今回の動画は先日公開された島アップデート3のベータ版に関する内容をお届けします。島アップデート2が出たばっかりじゃないかって？その通り、大型アップデートの島アップデート2がリリースされたばかりなのに、そのわずか1日後にベータ版が到着したという驚きの速さ。マイクロソフトさん、息をつく暇も与えてくれません。さて、今回の島アップデート3のベータ版では一体何が新しくなるのか気になりますよね。ということで、早速その内容を確認していきましょう。このチャンネルではシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、SIM 愛好家としての視点からレビューを行っています。さてさて、気になる今回の島アップデート3のベータ版の中身ですが、どうやら島アップデート2で報告されているバグ修正に重点が置かれているようです。コアシステム、物理演算、アビオニクス、AI の挙動、キャリアモードのメカニズム、そしてシミュレーター全体の安定性といったより深い部分に手が加えられています。具体的にどんなところがアップデートされたのかチェックしていきましょう。まず一つ目が、航空機のロード時にローディングマークを追加したことです。半年経って今更感がありますが、エアバス A320、そしてボーイング737など固定翼機を操縦中は邪魔だったヘリパッドマーカーが非表示に、景観を損なうことなくフライトを楽しめるようになったので地味に嬉しい改善です。そして Xbox 版における起動時のアドオン型によるクラッシュ問題の修正。ボーイング737などのパネルのライトが極端に暗い問題の修正。これで夜間飛行もバッチリ楽しめます。グラフィックオプションにフレーム生成前のフレームレート制限機能の追加。これはフレーム生成前の上限値を設定するもので、使用しているディスプレイのリフレッシュレートの半分に設定すると、フレーム生成有効時にゲームのカクつきが少なくなるという報告が上がっています。最後はコントローラーの設定メニューにフィルターの機能と入力のカーブに簡単にアクセスできるショートカットの追加です。島アップデート2のアップデート量と比べると大きな新機能というわけではありませんが、広範囲にわたる改善が盛り込まれている印象です。より快適で安定した飛行体験を提供してくれる縁の下の力持ち的なアップデートという感じです。そしてここからが今回のアップデートで一番熱い、公式リリースノートには書かれていない秘密のトピックです。それはなんと、マイクロソフトフライトシミュレーター2024に収録されているデフォルトの航空機や空港を自分のパソコンにダウンロードしてインストールする機能です。ただ、多くの SIM 愛好家にとってこれは革新的というよりも修正のように感じられると思います。2020では航空機、空港、チャレンジなど全てのコアアセットはデフォルトでローカルにインストールされていました。ストリーミングは主にマップ、フォトグラメトリー、ライブウェザーなどであり、シミュレーターに不可欠な部分は完全にオフラインでもバッチリ遊べたわけです。ところが2024の登場によりこのアプローチは劇的に変化しました。新クライアントというパソコンは必要最低限の機能だけにしてほとんどの処理をサーバー側でやってしまう仕組みを導入されたせいで、デフォルトの航空機や空港までネット経由でストリーミングされることに。これがゲーム出たての頃にサーバーがパンクするという大問題を引き起こしたのは記憶に新しいと思います。それだけではなく、ゲームの読み込みが遅くなったり、画面がカクカクしたり、特にネット環境が良くない人にとってはもう本当にストレスだったと思います。実はこのローカルインストール機能、2024にはつけるよとアナウンスされていたんですが、半年遅れでようやく2020で当たり前だった環境の一部を取り戻せることになったんです。ただしここでいくつか注意点があります。まずデフォルトのコンテンツを全部ダウンロードしようとすると、とんでもないストレージ容量が必要になります。
海外の Reddit ユーザーの調査によると、デフォルトコンテンツだけで 200GB 以上、さらに AI トラフィックをダウンロードすると、さらに約 200GB、ワールドアップデートとかシティアップデートの 150GB を合わせたら、考えただけで恐ろしい量です。もしダウンロードするなら、本当に必要なものだけを厳選した方が良さそうです。そしてダウンロードのやり方も今のところスマートとは言えない代物です。まず最初にダウンロードしたいコンテンツを選択して、アドオンをダウンロードします。その後別のメニューから自分で選んだものをポチポチ手動でインストールする必要があるんです。この2回目のインストール作業を忘れちゃうと、せっかくダウンロードしたのに SIM は相変わらずストリーミングでコンテンツを読み込もうとするっていう間抜けな事態に、ダウンロードするコンテンツを選んだ時点でそれ欲しいって意思表示は済んでいるはずなのに、なんでこんな二度手間が必要なのかよくわかりません。とってもふざけています。ここはぜひ改善し、ワンクリックで完了するようにしてほしいです。ちなみにこの機能はまだ開発途中のもので、正式なリリースではないみたいです。だから公式のアップデート情報には載ってないんですね。で、このローカルダウンロードを使った場合、どんな良いことがあるかというと、今いるホーム画面から実際に飛び立つまでの時間が短くなる。ロンドンとかパリみたいな都市の上空を飛ぶときにゲームがカクつきにくくなって、よりスムーズに飛行できるようになるとのことです。地味に嬉しい機能ですね。ただし、ゲームのフレームレートが上がるわけではないので、そこはご注意ください。そしてゲームを最初に起動する際のロード時間は数十秒伸びるというデメリットもあるので、一長一短という感じです。手動ダウンロードの機能を長らく待ち望まれていた当然の修正と捉えるか、ストリーミングとローカルコンテンツのより良いバランスを目指すための第一歩と捉えるか、今後の展開を見守る必要がありそうですが、2024のリリースから半年経った今でも、開発チームがコミュニティの声に耳を傾け、懸命に改善に取り組んでいることは間違いなさそうです。今回は SIM アップデート3のベータ版に関する内容をお届けしました。ご興味のある方はぜひ参加してみてフィードバックを送ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。